こんばんは、ナスオ館長のムービームービングです。この番組は、ムービーがムービングしていくということで、映画が動き出す瞬間を皆さんにプレゼントしたいという番組になっております。今回は、今話題のですね、実写版リトルマーメイドを映画館で見てきましてですね、そちらの感想を語ろうか、語らないか悩んでたんですけども、これは言っておかないといけないなということで、ちょっと語りたくなりましてですね、仕事から帰って、もう髪の毛もセットせずに、とりあえず服だけ着て回してると。そういう状況でございます。今回ですね、あまりリトルマーメイドについていいなと思えるポイントが正直あんまりなくてですね、批判ばっかりになってしまうと思うんですね。なので、実写版リトルマーメイドが良かったよという方にはですね、もう全く見てもらいたくない動画になってるわけですね。ということで、早速語っていきたいと思うんですけども、まず前提として、僕、ナスオ館長自身はですね、ディズニーのファンでございます。リトルマーメイドに関しては、アニメ版ももちろん好きですし、特に劇団四季がやっているリトルマーメイド、こちらはですね、3回見に行くぐらい好きなんですね。で、その都度ですね、行っても見て、何回も同じやつ見てるのにも泣いてしまって、で、日頃もですね、リトルマーメイドの劇団四季のアルバム聴いてるぐらい好きなんですよ。そんなリトルマーメイドガチオタのこのナスオ館長もですね、さすがに今回の実写版は、なかったなと思うわけですよ。まず映画として見た時に、0点です。ただ、ミュージックビデオとして見たときに、ミュージックビデオとしても30点ぐらいかなっていう、もう惨々たる内容だったと僕は思ってまして、逆にこの映画がなぜ良かったと思う人がおるのかというのがもう疑問でしかないんですね。なので、前回ゲストの方に来ていただいて、リトルマーメイドを見る前に、こんな映画の内容になるんじゃないかとか、ディズニーのこれからどうなるんだっていう話をしたんですけども、その予想をですね、全く裏切らない形の本編がやってまいりまして、正直ね、困惑しております。そして、初めに話しておきたいのは、アリエル役の、女優がですね、黒人になってるっていうことを前回の対談動画ではお話ししたんですけども、そこはね、正直ね、見てみると全然気にならなかったですね。もう全然全く問題なかったです。なんですが、問題は、このアリエル役のハリー・ベイリーさん、演技めちゃくちゃ下手だったんですよね。歌はめちゃくちゃ上手いんですけど、その反面というか、演技がむちゃくちゃ下手だったんです。もう一つは、演出が下手くそすぎるっていうのもあるんですよ。ロブ・マーシャルっていう監督が撮ってるんですけども、ロブ・マーシャル監督の演出がほっちらかってて、中途半端な演出ばっかりで、結局リメイクする意味があったのかっていうところになってるんですよね。先に演出面の話からしていくと、今からネタバレをガンガン話していくので、見てない方はまだこれから先は見ないで、でもリトルマーメイドなんで、ネタバレとかも何もないと思うんですけど、気になる方は僕を止めてもらっても大丈夫です。本編始まりましたらですね、アンデルセンの人魚姫の一節が出てくるんですよ。これどういう内容かというと、人魚には涙がないから悲しむことができないバイ・アンデルセンっていうのが出てくるんですね。これがですね、どういうことかというと、リトル・マーメイドっていうのはアニメ版が作られる前に、アンデルセンの人魚姫っていうものがあるんですよ。これ僕も小説持ってるんですけど、人魚姫の題材があって、それをハッピーエンドに変えたのがディズニーのアニメ版のリトルマーメイド。そして、そのアニメ版のリトルマーメイドをリメイクしたのが、今回の実写版のリトルマーメイドという流れになってるわけですね。で、アンデルセンの童話っていうのは、アンデルセンの作品ほとんどなんですけど、超バッドエンドなんですよ。で、アンデルセンの人魚姫っていうのは、話の大筋はほぼ同じなんですけど、人間の王子に恋をした人魚のアリエルがです。アリエルっていう名前じゃないんですけど、人魚はですね、リトルマーメイドの中では契約をして声を失って3日以内に王子とキスをしないと、その声も魂も奪われてしまうという状況になりますけども、それがですね、原作っていうかアンデルセンの方では失敗しましてですね、泡になってしまうんですよ。で、人魚姫は泡になる。で、王子も、ちょっと悲惨な運命をたどるということで、誰も幸せになれない超バッドエンドになってるんですね。で、それをですね、
ハッピーエンドに変更することで有名なディズニーさんは思いっきり変更してハッピーエンドにしたという、そのバッドエンドのアンデルセンの人魚姫の一節が出てくるということはですね、今回のリメイクもしかしたらアンデルセン要素が入ってるんじゃないかということで、もうすごいね、ワクワクしたんですよ、初め。どういうことかというと、リトル・マーメイドのアニメ版っていうのはもう超ハッピーエンドなんですね。で、今回の実写版っていうのは、リアルな思考にいってるわけですよ。カニがほんまのカニになったりとか、魚がほんまの魚になっちゃったりとか、そういうことがあるわけですね。ということは、この今の世の中のこの問題とか、そういうのが入ってるのかとか、いろいろ勘ぐりまして、アンデルセン要素が入ってくるならリメイクする価値は大いにあると思ったんですよ。やってくれたと。ロブ・マーシャルやってくれたと思ったんですけど、見てみると、なんと、一切回収されず、アンデルセンの雰囲気が出ただけでした。そういうところがもうこの作品とんでもなく多くてですね、詰めが甘いというかですね、魚のフランダーも、ガチの魚になってるということで話題になってて、実際見てみるとむちゃくちゃ気持ち悪いわけですよ。で、気持ち悪いその魚、リアルすぎる魚がこう喋ってるわけですよ。魚ですよね、彼は。で、もう一方で、スカットルっていう鳥の種類が変更されてリアルな鳥になったキャラクターがいるんですよ。で、その鳥の種類が変更されたことによってですね、スカットルはですね、餌を捕食するときに海に潜って小魚をついばんで、またこう空に上がるっていうタイプの鳥の種類になってるわけですよ。それどういうことかというと、お食事のシーンがございましてですね、中盤までぐらいのところで出てくるんですけども、アリエルとフランダーが仲良く泳いで会話してたら、いきなりスカットルがバーンって海に入ってきて、目の前に泳いでるお魚パクって食べて、フランダーは全く驚きもしないんですね。結構同類だと思うんですよね。魚の身からすると目の前で魚が食われてるわけですよね。で、アリエルはもう全く気にしてなくて、スカットル久しぶりとかって言ってるんですよ。で、スカットル久しぶりじゃねえよとか思いながら、スカットルはおやつを食べに来たのさって言うんですけど、おやつっていうのが、僕字幕で見たんですけども、スナックって言ってるんですね。スナックみたいな。で、魚の仲間の別の種類ではあれど、お魚食べられてスナックみたいな。で、僕ら人間が目の前で、しかも自分よりちっちゃい子供がなんか肉食獣に食べられてスナック食べましたねとは言わないじゃないですか。そういう変なところいっぱいあるんですよ。そして演出面がそういう意味でとっちらかってるというところはもうすごく気に入らなかったんですけども、画面がとにかく暗いというのもありましてですね、もう全体的に画面がものすごい暗い映画なんですよ。それ意味はないんですよ。意図がない暗さなんですよ。それは意図があるとするならば、いろいろ言われてるのは、アリエルが黒人になったから肌の色があまり分かりやすくならないように明るさを落として、で、海底なんで、暗くても不自然ではないんですよね。不自然ではないですけど、見ている僕たちは非常に見にくいんですが、不自然ではないです、設定的には。ただただ暗いんですよ。ものすごい暗くて、画面がほとんど真っ暗の中をアリエルが右に行ったり左に行ったり上に行ったり下に行ったりして、もう360度動き回るんで、そうなってくると、もうしんどいんですよね、見てるのは。で、実際に、酔って気持ち悪くなったっていう人も多くて、ゲームする人とかはよくわかると思うんですけど、やっぱ画面酔いっていうのがあって、あれ見ている人の体力すごい使うんですね。で、そこまでして、暗くする必要あったのかということになってくるんですけど、僕はどういう解釈をしてるかというと、画面が暗いのは、後で話すアリエルの演技がめちゃくちゃ下手くそっていうのを覆い隠すように顔が影になってるシーンが多かったんですよ。僕の体感としては。アリエルの顔がちょうど影になってるシーン多くてですね、これはね、アリエルの演技が下手くそっていう。歌のシーンは輝いてるんですけど、歌のシーン以外はめちゃくちゃ下手くそなんで、俳優としては。歌手なんでね、彼女は。それをカバーするために画面を暗くしてカモフラージュしたんじゃないかというのは僕の予想なんですけども、それはそうとして、地上に上がってる後半以外は、もうほとんど後半にしても嵐が吹き荒れたりとかで真っ暗になったりとか、もうことあるごとに真っ暗なんですよ。そんなリトルマーメイド見たくなかったんですよね。それで、もう一つ唯一の褒めポイントとしては、ハリー・ベイリーさんの歌が上手いっていうところがあるんですけども、Part of Your World っていう名曲があったりとか、Under the Sea とか、いろんなリトルマーメイドには素晴らしい楽曲あるんですけども、で、僕はドルビーアトモスっていう特殊な音響が入った東宝シネマのシアターで見たんですけど、それは1800円のチケット代に加えて、1000円ぐらい多く課金しないといけないんですよ。で、それで歌が一番の見どころだっていうことは、
分かってたので、それに備えてですね、いい音響でですね、わざわざ見に行ったんですけど、確かに歌は良かったんですよ。でもね、この歌のシーンの演出もそれまた暗いんですよ。穴ぼっこの中の奥の方で歌ってはるんですけどね、もう暗くてですね、その顔の表情とかもね、あんまないんですよね、彼女。で、もう原作っていうか、アニメ版のリトル・マーメイドのアリエルっていうのは、顔の表情がとにかく多彩で、それはどういうことかというと、多彩である必要があるんですよね。必然性がある演出になっていて、それは後半のアリエルが声が奪われて喋れなくなってしまうという時に、顔の表情だったりとか、身振り手振りで王子が話しかけてくるのに、わずかながらのコミュニケーションができるっていう、歌えない、伝えられないんだけど、伝われっていうこの伝われこの思いっていう演出がずーっと後半続いて最後喋れるようになるから感動するわけですよ。なんですが、ハリー・ベイリーさんはもうね、顔の表情がね、とにかくおとなしくてですね、王子がね、いろいろこう喋ってくれるシーンあるんですけど、その喋ってくれる王子に対して、なんかうつむき加減にニコニコみたいな感じの、ちょっとなんか、おとなしい女の子みたいになっちゃってるんですよ。だから、王子が、そのアリエルのどこが好きになるんかも全く理解できないっていう話になっていて、演技が下手っていうか、感情表現が苦手な方なのかもしれないです。でも、今回のリトル・マーメイドの実写版っていうのは思い出してくださいね。魚はリアルになってて、カニもリアルになってて、周りのもの全部リアルになっていると。で、つまり、セバスチャンもフランダーもキャラからリアルな生き物になることによってキャラクターではなくなってるんですよ。背景になってるんですよね。背景のちょっと目立つ2人になってるだけなんですよ。なので今回の実写版リトル・マーメイドに関しては観客が注目するのはアリエルがもう一番なんですよ。でその次にエリックとかお父さんとかは出てくるんですけど、ちょこちょこ出てくる人たちであって、メインはずっと僕らはアリエルを冒頭からずっと見る形になるんですね。その一番注目を集めるアリエルにエモさがないんですよ。エモーショナルが感じられないんで、見ていて本当に退屈になってくると思うんですよ。それがもうとにかく良くなかった。で、監督の意図かもしれないんですけど、歌ご利用し作戦だと思うんですね。今回の実写版リトル・マーメイドっていうのは。彼女は歌が素晴らしくて選んだんだって言ってるわけですから、歌をとにかく押していこうっていう作戦だと思うんですけど、そのせいで犠牲になったことがあって、後半のアリエルが声を奪われて喋れなくなるシーンっていうのは、そこ喋れないから、さっき言ったように喋れないから最後の喋れるようになったところでよかったねっていう感動があるわけですよ。なんですが、今回の実写版リトル・マーメイドはですね、声が奪われてからもアリエルがめっちゃ歌います。喋れないんですけどめっちゃ歌うんですね。それは一応そのアリエルの心の中の歌声っていう設定になってるんですけど、ずーっと歌が流れてるわけですよ。始まってから最後までずーっと歌が流れてて、かといってミュージカルにしようという意図ではないんで、中途半端に演技させてるわけですね。その演技パートと歌パートの交互になってるんですけど、演技パート下手くそで面白くなくて、で歌パートはまあ聞いてられるんですけど、でも演技パートでまたストレスかかってっていう、ずっとその単調な波になっていてですね、後半の喋れなくなって、頑張れアリエルから喋れるようになってよかったねっていうこの緩急のつけ方が全部失われたのが、今回の反省点のもう一個大きいところですね。だから今回のリトル・マーメイドっていうのは、本当に抑揚がついてないと。で、僕が思うにリメイクするっていうことは、単にアニメを実写版にするだけじゃないんですよ。単にアニメを実写版にするだけのリメイクっていうのもあるんですけど、それは原作のファンに寄り添って忠実にアニメのクオリティを実写に持ってきて、その実写をアニメに寄せていくっていう作り方をするわけですね。なんですが、それは今回黒人の女優さんを起用して原作レイプだとかって言われてますけど、いうことをしてるわけなんで、それとは別の方向性を取ってるのは間違いないわけです。なのでリメイクするにあたって何かをそこに要素をつけてオリジナルのものにしないとダメだっていう方向性を走ってるわけですね。始まりからして。そうなってくると僕としてはパートオブYour World っていう名曲ありますけど、あれを原作に忠実にただの歌うま歌手みたいな感じで歌うんじゃなくって、それではカラオケになってしまうので、そうじゃなくってハリー・ベイリーさんっていうのを YouTube で一回調べてください。もうね、
ピッチピチのね、キャッツアイみたいな、レオタードみたいなやつ着て歌うイケイケの歌手なんですよ。イケイケ系の歌手なんで、そのイケイケ系のダンスミュージックみたいなのに別に思い切ってアレンジしてもよかったと思うんですよ。そしたらハリー・ベイリーさんである必然性があるんですよ。でも、ハリー・ベイリーさんがやってるのは、アリエルになろうとしてるんですよ。でもアリエルになろうとしてるけど、顔の表情が下手くそとかそういういろんな理由で、アリエルになりきれてないからクオリティが低いっていう結果になってるわけですね。だから、ハリー・ベイリーさんを輝かせる目的があるんだったら、リメイクするにあたって、曲も、有名な曲って何のわかるけど、それをあえて思い切って大胆にダンスミュージックにしてみるとか、R&B にしてみるとか、ヒップホップ入れてみるとか、そういうアレンジがあってよかったんじゃないのと思うんですよ。もう一つは、一番気に入らなかったのが、冒頭で環境破壊へのメッセージが出てきて、実は、アリエルのお相手のエリックっていうのは冒険家で船に乗っていろんなところへ移動して交易するっていう設定なんですね。で、その船が沈みますと。そしたら海底にいろんなものが落ちますよね。そしたら海底にいるサンゴとか魚たちの居場所がなくなって破壊されてしまうっていうのを、実は僕たち知らないんですけど、人魚一族たちが海底のお掃除してくれてるっていうの話が出てくるんですよ。で、そのお掃除に地上の世界に夢中になってるアリエルは参加しないんですけど、王様とかお姉さんたちは地面のゴミを拾ってサンゴを守ってるんですよ。で、人間っていうのはひどいもんだと。こんなゴミをいっぱい落として私たちが住む世界を汚してるんだと。だからその人間には興味を持っちゃいけないんだっていうお父さんのアリエルに対してのアドバイスみたいなのが入るんですよ。これいいぞいいぞっていうことなんですよ。僕見ててもうすごいいいぞいいぞと思ってて、これを最後に持ってくるやろうと思ってたんですよ。どういうことかっていうと、もののけ姫なんですよ。アシタカとサンが森の人と人間界の人が結ばれて、森と人間界は戦い合ってた関係だったのに、その二人が結ばれたことによって森と人間の調和が結ばれたというオチなんですよね、もののけ姫っていうのは。つまり、リトル・マーメイドの今回でいくと、エリックとアリエルは結婚するんですけど、エリックとアリエルが結婚して、これで海の世界と陸の世界の調和が結ばれた。これから明確な答えは今出せないんだけど、この環境破壊っていう現実を受け入れて、二つの世界が手を結んで、これからもやっていこうっていう、その中心になるのがエリックとアリエルっていうオチになると僕は思ってたんですけど、ラスト見てみると、普通に結婚して普通に旅立って、もうみんな置いてかれただけだったんですよね。で、環境破壊のメッセージ回収せんのかいとか思って、もう最後の最後に一番大きいパンチ食らって、もう僕はもう完全にこの映画面白くないって確信しましたね、その時は。海の王トリトンがアリエルを、娘を手放したくないんだけど、エリックのところに嫁がせるという父親の心境みたいなのをみんな泣けたって言ってますけど、それは泣けるんですけど、僕は泣けなかったんですけど、でもトリトンがあの時にね、エリックよと、アリエルよと、今まで陸と海は対立していたと。二人が手を取り合ったことによって、これから海の世界と陸の世界は調和が保たれるであろうと。よくやったアリエル、おめでとうって言って送り出してくれたらよかったんじゃないかなと。そしたら、今回リメイクする必要あるじゃないですか。リアル路線に行く必要あるじゃないですか。カニとか魚とかをわざわざキャラクターじゃなくして、ただの魚とかカニとかにして、リアル路線に行くんだったら、このリアル、つまり現実にある問題を吸収して、昔何十年前のリトルマーメイドのアニメ版にはなかった今にマッチした形の提供の仕方っていうのがリメイクなんじゃないですかっていうのを僕はディズニーさんに強く言いたい。ということで、以上のことからですね、このリトルマーメイドの実写版っていうのは僕はもうシンプルに面白くなくてつまらなくて、しかもアニメ版は80何分しかないのに今回2時間以上あって、尺を伸ばした割にはなんか無駄にサメに襲われそうになって助かるシーンがあったりとか、そういう環境破壊のメッセージ触れようとして回収しないという中途半端なシーンがあったりとか、冒頭のアンデルセンとか、陸に上がってからのいろんなシーンとか、もう全く無駄なシーンがいっぱいあって、それだったら歌ご利用しにして歌の面積を広げて80何分の原作と同じぐらいの尺にしてくれた方がまだ見やすかったということで、もうディズニーファンの僕としてはもうね、
怒り心頭でございます。ディズニー自体も悪くて、何千人一気にリストラしたりとか、MCU のトップ解雇したりとか、ピクサーのトップを解雇したりとか、そういうようなことを今やってる最中なんで、人がとにかく入れ替わってる時にいい作品が出るわけがないっていうのも分かってるんですけど、今のディズニーは終わってます。だから、この終わってるディズニーは僕は見たくないので、しばらくもうディズニーからおさらばしたいと思いますので、これからはですね、ディズニーに関しては、ピクサーの方も調子悪いんで、もう全体的に調子悪いんで、もう一切もう僕ディズニーの作品からちょっと手を引いてですね、7月14日に公開する君たちはどう生きるか。宮崎駿の最新作ですよ。これ見てください、このジブリのドキュメンタリー DVD の数々を、そしてジブリの作品は全てブルーレイを持っていて、ここの棚は全部ジブリで、ここもジブリで、ここもジブリで、全部ジブリから出てる本とジブリのことを研究している非公式の本を、もう片っ端から会話集めて読むぐらいもう僕ジブリ大好きなんですね。ということで、ジブリとディズニーっていうのはまた関連性もあってですね、それはまたいつか語れる機会があったら語りたいと思ってるんですけど、基本的に僕はジブリが好きで、ディズニーも好きで、この2つのつながりも好きでっていうポジションだったんですけど、今回の今のディズニーはただのもうお金儲けの会社になっちゃってて、作品が面白くとにかくないんで、作品が面白くなかったらディズニーブランドとして今売れてるものもだんだん売れなくなってくる未来がそのうち来るかもしれないんですよね。だからちょっと様子見をして、もう今とにかく公開が決まってるこの宮崎駿先生のですね、7月14日君たちはどう生きるか、これをもう完全に楽しみにして、もう公開してからもう君たちをどう生きるかもう死ぬほど語りたいと思ってるんで、そういう方向性を最後にですね、ここに打ち示してですね、今回を終わりたいと思います。ということで、リトル・マーメイドですね、クソだったんですけども、歌は良かったです。歌は良かったですけど、映画としてはクソでした。ただ、歌が良くて映画としてクソだったら、歌だけ聴けばいいと思うんで、もう YouTube で十分です。だから見に行くかどうか悩んでてっていう感じで、今この動画を見ている方は、もうまずね、YouTube 見てね、もう満足してもらって大丈夫です。で、またテレビでどうせやるんで、テレビでやった時に見て、ナスオ館長言ってたことほんまやったな、クソやったなって思ってもらったら大丈夫です。そして、もう実写版リトル・マーメイド僕と同じく見に行ってる方、もう思んないと思うんですけど、僕は。面白いっていうのはもう個人の自由です。なので、この実写版リトル・マーメイドの問題を僕はいろいろ言いましたけど、いや、全然そういうことないよ。面白かったよ。感動して泣けたよっていう方はもうそのままもう温かい思い出としてしまっといてください。それはもう個人の自由です。ただ、僕はもうディズニーファンとして、なんで、そして、そこそこの映画を見てるものとして、そしてアニメーション映画が特に好きな僕としては、この実写版リトル・マーメイドなんていうのはもう最悪に認められない作品だと僕は思ってるっていうだけの話です。なので、これは別に誰に対しての攻撃でもなく、ただディズニーの今の現状がやばいっていうことを伝えるだけの動画なんで、それ以外の目的はもう一切ありませんし、で前に心配してたアリエルが黒人になったっていう話にしても、結局もう全然違和感なかったんで、そこのところはもう全然もう問題ないとクリアしてました。そんな感じでですね、もう帰ってきてですね、もうこのね、リトル・マーメイドね、もうそっとしとこうかなと思ったんですけど、もうそっとできないぐらいのね、ちょっと高ぶりが自分の中であったので、もう今回ね、その熱量ごとですね、語らせていただきました。ということで、この動画を見て、このチャンネルいいなって、僕チャンネル登録しようかなと思ってもらえる人は、少ないと思うんですけど、もしも思ってもらえたら嬉しいです。あと、前回のリトル・マーメイドの動画もそうなんですけど、もう全く誰も攻撃するつもりは僕はありませんので、コメントで攻撃しないでください。攻撃をするつもりは何度も言いますけど、ありません。攻撃をするつもりなんであれば、もっといろんなやり方ありますが、僕はファンとして、このディズニーの、もうこの没落をですね、嘆いてるというだけなんで、そこはもう理解してください。ということで、良かったよという、もうディズニー、もう実写版リトル・マーメイド面白くなかったよという共感いただける方はですね、ぜひグッドボタンを押していただいて、チャンネル登録をお願いします。全然共感できないよという方はもうチャンネル登録も、もうこの再生もしなくて大丈夫です。もう、リトル・マーメイドは思んないと思います。ということで、今回はもうちょっとね、バーっと喋ってきたんですけども、また今度ね、公開する僕の動画は、まとまった内容で映画の面白がり方を皆さんにお伝えしたいなという動画になっているので、僕が面白いと思う作品をチョイスして、
語っていきたいと思いますので、今後ともよろしくお願いします。ということでご来場皆さんありがとうございました。